All right. So our sound are properly Is it happening? properly set. So Hello, yes, hello. Check, check. Test, Radio test. Kosaten here, March 5, 2018, Yup. and this is our first time to do radio outside. Outside, yeah. Although we're inside an amphitheater, Yes. it's technically outside. Yeah. So are we set with the sounds? So just maybe a reminder for our listeners out there. Um, our activist server now is down, Oh, okay. but they can, of course, catch us, tune with us using Facebook Right, and YouTube. right. So we are giving the access on our what's this Twitter and Facebook Right. And comments. yeah, we also thinking of like uploading the audio files later, right? Yes. So yeah, I'll let you guys know when that audio files are ready. All right. Cool. So are we set? All right. So good afternoon, everyone. My name is afternoon. Jong, and My name is Ian. we are Radio Kosaten, and we are here for the March in March, which is a migrants march, Right. and we are honored to introduce you Nakajima-san Nakajima-san. from Zentoetsu Union, 全国一般。南部と言います。Okay. 全国一般組合東京南部。Yes. はいはい。 Ambu. All は right. い So maybe to give a little background or history of this event, and then And also her organization. and the organization, and then the state of migrant workers in Japan. Yeah. Right. Yeah. So yeah, we're interviewing Nakajima-san, and then hopefully she could はい。give us about those information. Right. Right. So we're giving the microphone to Nakajima-san. And, はいじゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。先ほどちょっと話してたんですけど、このイベントをもう93年からやってるっていうことでしたよね。そうです。じゃあもう、結構長いことやってて、で、そうですね。どうなんですか。その始まりのなんかきっかけみたいなのはなんかあったんですか。このイベントをやろうみたいな。始まりははい。ちょうど1993年、はい。日本の経済のとても大きな不況に陥ったいわゆるね、バブル崩壊っていうのがあったんですね。はい。でそれまではバブル経済っていうのとっても日本の経済が調子がよくって、で人手不足もあって、で日本がお金持ち、で日本人はみんな海外旅行に行き始めて、ブランドのバッグを持ったり、みんながスキーに行ったり、するようになりましたね。でその時に、日本の経済を支えてきた人たち、特に危険汚いきついって言われる仕事をする人たちが外国人だったんです。なるほど。で当時はね皆さん日本へ旅行にする目的で入ってきて、でそしてそのまま町工場だとか、工場、それからあとレストランの、洗い場とか、そういうところで働いてたんですね。でオーバーステイになってしまって、でそれでもずっと働いて、日本のその経済の下支えをしてくれていました。そうですね。ところが、そのバブル崩壊があって、で不必要になっちゃったんですね、今度労働力として。でそれで、もうその首を切ったり、それからあと
残業代は未払いだったり、はいもう本当に給料も払わず出てけって言われたり、うんそれと大きなのは建設現場だとか工場だとかではい起きた労働災害、はいでその労働災害でも事故に遭って、はい指を落としてしまったとか、はい腕を落としてしまったとかっていうことがあっても、もはいう何も保証もせず出てけっていうようなことをしたんです。うんなるほどでそれで私たちはいくつかの労働組合と、労働災害労働安全衛生を、専門に、相談を受けている NPO とかが中心になって、はいこの運動を始めました。はいで一番最初はね、生活と権利のための外国人総行動っていう名前で、はい労働組合にその外国人の人たちがはいどんどん組合に加入して、はいでそれで労働組合として各工場現場、会社に、首を切るな、労災を保障しろ、はいそれから未払い賃金を払え、いわゆる、当時のブラック企業だよね。まあまあ今とちょっと違うんだけど、はいはいはいちょっと、今とはちょっとこうもうちょっとイメージ違うんですけど、本当にひどい会社っていうことで、行きました。なるほどでもねひどい会社であるんだけれども、その当時の工場だとか、お店だとかもうみんなね下請けで、はいはい親会社からどんどんギリギリやられて、そうですよねそれのしわ寄せがどんどん下に行って、ねはい外国人労働者に向かっていったっていうそういうような時代だったと思います。はいはいはいなるほどなるほどそうですね本当バブルが崩壊して結構ねお金が全然ないからそういうなんていうかねなんか矛先がそういう外国人労働者の方に全部向かってしまったっていうのがそうですね現実だと思うんですけどでそれでそういうのはこれじゃいかんってことでこのイベントを立ち上げてみたいな。そうですその運動を始めた一番の大きな、獲得したかったことというのは、これだけ多くの外国人労働者が働いていて、日本の経済を支えているのに、何の保証もされないということを表に出して見てもらうことだったんです。みんなに知ってもらうこと、日本の中で働いている同じ労働者に知ってもらうことが一番大きな目的でした。そうですよね。知ってもらわないことにはそれを対処する方法とか、あと対処してくれる人とかも出てこないですもんね。そうでそれは外国人労働者が権利の枠から外れているということは、いずれ、日本人労働者がその権利から外れていくということにつながっていくって私たち考えたんですね。だから今ここで食い止めなければどんどんそれが広がっていくっていうことで、始めました。そうですよね。その当時は外国人労働者にしわ寄せがいってるけども、そのうちそれがその日本人の労働者であったりも、その他のグループにどんどん広まっていくっていうことで、そうですよね。そこから食い止めないと、もう手がつけられなくなるみたいな、そういうことですよね。で、今まで活動を続けてきたと思うんですけど、もう20何年ですか25年25年ですよね。どうですか、その間に変化とかありました？ありましたよ。そうですよね。その25年前にね言った時っていうのは、私たちはもう一つこれは日本人労働者への問題でもあるんですって言ったことの一つに、非正規雇用があるんです。で当時からもうずっと外国人労働者で、ビザの在留資格があって、働いている人たちのほとんどが、有期契約の非正規労働をしていたんです。今もそうですけど、非正規労働をしているんです。1年ごとの契約だったり、半年の契約だったり、でこの契約で、期限のついている契約で働いているということの、雇用の保障、
これがとっても不安定なんですね。そうですよね、1年とかだけじゃ全然もうね、なんか本当不安定ですよね、先が見えないから。先が見えなくて、でまあ当時ほら政府も外国でいずれ帰るんだからそれでいいやみたいな、そういうようなこともあったり、してあまり取り組んでなかったですね、その問題、で日本人の多くが非正規ではなく正社員で、終身雇用なんていうふうにまだ言われていた。そういう時ですね、25年ぐらい前までは。でもその後非正規雇用どんどん増えたじゃないですか。そうですね、私たちはこういう働き方は増やしたくないということで、安定した雇用保障をみんなにっていうことのスローガンを出したんです。でもうね、あとは皆さんがよくご存知だと思う、今どういう状態になってるか。そうですね本当にね、小さな力でしかなかったんですけど、でも続けていくことが大事だと思って、今はこういう形のスタイルで、多民族多文化の、コンサートという形での外国籍の労働者の、権利のための運動を、年に一度こういう形でやっています。そうですね、まあ本当、多分他にも活動されてるんでしょうけど、これがその、外国人労働者の人たちの現状とか、その歴史を知る、すごいいい機会だとは思いますよね。なんかそうですね、他になんか違う活動とかもされてるんですか？普段は私は労働組合の、仕事をしているので、今のこの時期はね、春闘の時期なんです。なるほど。で、私たちの労働組合、全国一般労働組合東京南部と言いますが、東京の南部の地域で、一人でも誰でも加入できる労働組合、でもちろん国籍も、性別も年齢も、何もかも関係なく、働いているということであって労働者であるということで、働いて賃金を得なければ生活ができないという、こういう人たちを労働者として、それから労働組合に加入する、資格がある、人たちであれば、どなたも受け入れて、労働条件の向上と生活の向上、まさに生活と労働と生活の権利を獲得する運動をしています。なるほど、素晴らしいですね。もうお金持ち以外はそういうのが必要ですからね本当にね。そうですね、外国人労働者には選挙権がありませんから、本当に日本人の労働者が、労働のことを考えて生活のことを考えて、より良い日本を作って、魅力的な、国にしていくには、政治的なことにも関心を持たなきゃいけないんだろうなっていうふうに思ってはいるんですけど、何しろ今国会でね、働き方改革っていうのをやってるじゃないですか。あれを決めるっていうこと、あれをなんか出して政府が出してくるにしろ何にしろ、選挙で決まった人たちがそこで議論してるんですよね。だからいかに私たちの側の人たちが少ないかっていうことを今の国会を見ただけでとってもよくわかると思うんです。そうですね。それをお金持ちも貧乏人もみんな1票なんですよ、1人。だからどれだけなんかね、お金持ちは貧乏人の方が多いんだから、なんで私たちの側の代表がなかなか出てこないのかなっていうのはね、思っちゃいますよね。そうですよね。その点はね、外国人労働者には選挙権がないということを考えたときに、私たちがやるべき役割っていうのはもっとたくさんあるっていうふうに思いますね。そうですね、間違いないですね。じゃあずっとインタビューは続けたいんですけど、時間がもうそこは。じゃあそうですね、技能実習生のなんか現状とかについてなんか、それね、この25年間の中で何が一番変わりましたかって言ったらそこなんです。前は最初私たち始めた時にオーバーステイの人たちの権利が侵害されてるっていうことから始まったんだけど、
政府はねどんどんそういうことを変えて、技能実習制度という制度を利用して労働力を外から呼んでくるっていう風に切り替えてったんです。でその前には日系の人たち、日本人でドイツ日本を持っている人たちで、そういう人たちには在留資格がありますよということで、合法的に働くことができるというそういうふうにしていった。で今度は技能実習という形で、人を呼んできた。でそういうふうにやっていてでそのオーバーステイの人たちとのが働き方とは違うようになったんだけど働き方とかなんていうか合法的なね働き方にその資格を持た在留資格を持ってもらって働くっていう、ところがそこからですよ、悲惨な状況をもっともっと目にするようになったのは。なるほど合法的になったがゆえになんかそういうなんか悲惨な状況も浮き彫りになってきたっていう感じですか。そうですね。そのなんかね何してもいいっていうふうに勘違いしてんじゃないかっていうところも。なるほど。なんかその違法だった時はその全部隠さないとダメだったけど合法になったからもうこれもやっていいみたいな。働くっていうことにおいて、法律も何も労働法を無視しても構わない、人権侵害しても構わないっていうようななりふり構わない働かせ方っていうのが、増えてきたと思います。なるほど。で最初私がさっきも言ったように、これはいずれ日本人に行きます。もう見てきたわけですね。そうですよね。もう25年もやって見てきたんです。でそれがだんだん日本人にも拡大してきた。だから今の技能実習の働き方っていうのも拡大する恐れはありますよね。なるほど。技能実習生の必ずしも悪いところばっかりじゃないんだけど、特に悪いところに何か吸い寄せられていくように広がっていくっていうところを見てきてしまったので、そこを今止めなきゃっていう。そうですね。今権利を獲得していかなければという気持ちはとても強いです。わかりました。そうですね。私たちはみんなその方向に向かって働きかけていけたらすごい嬉しいと思いますけど、今日のイベントがなんかいろんな人にも知ってもらえて、その人たちもなんかそういう考える機会があったら、すごい嬉しいと思います。そうですね。今日は技能実習生も発言しますから、そこはぜひみんなに知ってもらってください。もう本当にひどい状況がたくさんあります。はい、そうですね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。いえこちらこそ本当に忙しいところわざわざぜひ楽しんでってください。もちろんです。マーチも楽しいですよ。でもそうですね。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。So yeah, we have our next interview with our friends Nay and his friends who are foreign training workers or immigrants here in Tokyo. Yeah, she explained us the like a brief descriptions of foreign trainee workers in Japan. So now we're gonna have Nay as an actual foreign training workers and his friends. Yes. So stay tuned and we give you Nay. Yep. And 始まりましょう。はい。これどうぞどうぞ。Yeah. So they will be speaking in Khmer language, and for our Khmer listeners out there, right? So
this is your opportunity and chance maybe Mhm. to hear stories about the Right. experience of our migrant worker Mhm. brothers from And Cambodia, sisters yeah, are here. brothers and sisters from Yep. Cambodia. So please. So yeah, so Nay, Nay, 少し自己紹介最初かな。自己紹介どうぞ。まあ、ケマル語で、日本語で、どっち何ででも大丈夫です。も何でも。何でもいい。はい。あ、私です。はい。Hello, Radio Kosaten. Uh, we are Cambodia genius. Oh, we are Cambodia. We are Cambodia. We are Cambodia. We come here for work and we come here for for human right for Machi in Machi. But now we have to say something about what happened for the when we come here for work in the Japan. Now I want to ask my friends happened what happened in the Japan. But I want to say like Cambodia language and not the English language because everyone they cannot speak English. Yeah. So now I, we have to say something by Mr. Mun. Yeah, I am Nainok. I come from Cambodia. Yeah, I am 35 years old. I come here for trip right now. Before I come here for the 3 year ago for working like the like Kino Kitchen says. Now we have to say something like what happened with us right now. Mr. You can. Yeah. ជំរាបសួរជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉េងម៉ឺនជនជាតិខ្មែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យជួយអនុគ្រោះអឺអ្នកដែលមានវីសាណាមិញទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយអឺដល់ប្រទេសកម្ពុជាជួយមើលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងតែមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរាល់ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ ហើយពេលនេះលោកមិនតើលោកមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរ ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីកិច្ចភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាអឺ រកការងារ រកការងារធ្វើដោយសារតែមានបញ្ហារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើទុកបុកម្នេញមកចំពោះលើរូបខ្ញុំបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយអនុគ្រោះអឺ ដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាជនតវេសរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសូមអរគុណសូមមួយរយៈទៀតចាំដល់ពេលប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពួកខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញខ្ញុំមកទីនេះធ្វើការដើម្បីគ្រួសារដើម្បីខ្ញុំមកទីនេះធ្វើការដើម្បីគ្រួសារដើម្បីសង្គមជាតិទាំងមូលហើយលោកមានអ្វីនិយាយបន្តឲ្យបានច្រើនទៀតទេនិយាយតាមរឿងពិតយើងជួបពិតនៅជប៉ុនដែលយើងកំពុងមានបញ្ហាខ្ញុំជួបពិតរឿងពិតនៅប្រទេសជប៉ុនគឺបញ្ហាវីសាណាមិញដែលនិយាយមិន គាត់ចង់មានមតិយោបល់ខ្លះៗ Now my friend he were to talking about when he come to the Japan and he come here for when he live in Cambodia he have the big problem with the government Cambodia government
but he come here for 3 years ago for the Naming Sensei. Now is he immigrant worker for Japan. Yeah. So he have big problem for the visa right now. Yeah. Oh, I'm sorry. No, and I want he want to the Japanese government to have him to have them to have all the migrant worker in Japan for like the Namin Sensei visa for Rokaketsukan or 6 months for working, but sometimes have some big problem like when they go to work, when and he nearly finish the visa, he want to take more visa to stay here more, uh, but almost sometime when he go to immigrant New Gang, so and when he go to the New Gang, he cannot take visa and he have to worry about this, and the first very worry, and so and how he living more in Japan, eh, but right now he cannot go back to Cambodia because the Cambodia government is not mm, is the law is not better right now. Yeah, and we have big problem with the government and we cannot go back right now. And he want more to stay more for when the Cambodia is when the Cambodia the human right get better, he will go back to Cambodia. Yeah. So I want to ask. និយាយជាភាសាខ្មែរជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះខមវណ្ឌីជាតិកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមមកនេះសូមសំណូមពរដល់ក្រសួងក្រសួងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយអនុគ្រោះដល់ពួកខ្ញុំជាណាមីងហើយនឹងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់សូមឲ្យជួយសម្រាលទុកហើយនឹងជួយផ្ដល់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងសូមឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលជាងនេះហើយបងសូមឲ្យតណាមីងឲ្យពួកខ្ញុំជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនកុំឲ្យដូចថាពួកខ្ញុំមានភាពព្រួយបារម្ភហើយនឹងភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងហើយសូមនាងខ្ញុំសូមមតិប៉ុណ្ណឹងអស់ជាចុងក្រោយសូមឲ្យពួកណាមីងទាំងអស់សូមនាំគ្នាបងជួយបន្ថែមតិចខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយដោយសារតែគាត់មិនសូវប្រសពក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់គាត់ចង់មានគាត់ចង់មានអត្ថន័យថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងជួយមេត្តាសម្រួលឲ្យពួកគាត់នឹងមានវីសាការងារធ្វើការក្នុងមួយរយៈពេលទៀតហើយកុំមានមតិប្រឆាំងនឹងចាប់បើថាមានការងាយស្រួលគឺមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាការខាត់ខ្លួនដោយការសំណុំពរឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដោយក្នុងរយៈពេលហ្នឹងវាព្រោះគាត់ទទួលយកបានហើយដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាការរស់នៅទីនេះគឺគាត់មិនដូចថាគាត់មិនអាចទាន់ទទួលយកបានទេវាព្រោះថាវាមានវិបត្តិការងារយ៉ាងច្រើនដូចជាការទៅធ្វើការស្នាក់នៅការទៅតវីសាហើយការទៅសុំវីសាហ្នឹងគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅការដែលគេខាត់ខ្លួនគេចាប់និងគេធ្វើបាបនិងគេបញ្ជូនពួកគាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលនេះដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងហើយណាមួយដោយសារតែគាត់នឹងមិនទាន់អាចទទួលយកបានចំណុចសំខាន់ពីព្រោះថានិយាយឲ្យចំទៅប្រទេសខ្មែរនៅមានភាពអន់ខ្សោយយើងមិនមែននិយាយបង្អាប់ទេបាទទាំងក្រសួងការងារទាំងផ្នែកធានាអាយុជីវិតរបស់មនុស្សតើមានបញ្ហាអីគឺ
ជនជាតិខ្មែរគាត់អត់មានការងារធ្វើនឹងច្រើនតែមួយគាត់លុយខែនឹងវាថោកទៀតអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលអាការក្រោយដែលប្រទេសខ្មែរមានការរីកចម្រើននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់វិស័យឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងមួយផងប្រហែលជាគាត់ចង់មានអត្ថន័យអញ្ចឹងពីព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានការកែប្រែមានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដមែនហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមែនបានគាត់អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញបានពីព្រោះថាគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដាក់ឯកសារគឺពិតជាដាក់ឯកសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នោះការទៅវិញគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងពិតប្រាកដមែនឥឡូវអ្វីដែលគាត់កំពុងតែស្នើសុំខាងអូខេ I want to talking about the 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 Cambodia government and the Japanese government and almost different but she want to live here more like the visa Naming when now they are very simple Kawai Kawai Kota yeah Kawai Kota yeah they worry about this and when they go somewhere they cannot they have to afraid of the police yeah because the Namin sensei is not I don't what's the title Kotoba and she want to Cambodia government to change the like the law of the Kotoba bakan now it was difficult to say about something like the government yeah, yeah. almost she want to live here more like Namin Sensei for like for 2 or 3 years more and then when the government of Cambodia able to change yeah like the change the law in Cambodia and like the government is change like Hun Sen Prime Minister they want to yeah so yeah so okay ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីសុយមួយជនជាតិខ្មែរហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានសំណើបន្តិចបន្តួចទេពួកអីបងក៏គាត់និយាយអស់ហើយសំណើខ្ញុំក៏ដូចពួកគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារជប៉ុនសូមមេត្តាជួយផ្ដល់នៅណាំមិញដល់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ផងព្រោះអីពួកគាត់គឺដូចថាពួកគាត់មានផលលំបាកពេលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញប្រាក់ខែថោកហើយដោយសារជីវភាពគ្រួសារហើយបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភព្រោះអីការណាំមិញក៏មាននិយាយថាពេលគាត់ទៅនៅមានការព្រួយបារម្ភមានភ័យដូចជាមានការចាប់ខ្លួនអីចឹងទៅហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅណាំមិញហ្នឹងក៏មានការលំបាកគឺមិនដូចពីមុនហើយដូចអញ្ចឹងទៅគឺពិតជាពិបាកមែនហើយខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិធីធ្វើឲ្យងាយស្រួលព្រោះអីនាងខ្ញុំឃើញជនជាតិផ្សេងក្រៅពីជនជាតិកម្ពុជាគឺពួកគាត់អាចធ្វើណាំមិញបានហើយចំណែកជនជាតិខ្មែរវិញដូចជាពិបាកអស់ហើយខ្ញុំសូមអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹង she will tell about the Naming sensei for the Naming is now very difficult they want to Japanese government to have us about Naming yeah because they are worried about this when the Japanese government stop for Naming
since like yeah, they are yeah. I want to she want to get numbing right now, but now is she worry about overstay to live in Japan, and so also she want to tell about the salary for when they go back to Cambodia. The salary is very cheap, and the government is not good, and she want the Japanese government to help us about to Naming Sensei for more to live and to work for the Japan and for Japan and for her family and for when she have the human right enough, we have going back to Cambodia. Yeah, because everyone they come here for work, they come here for family, and almost they come here when they before they come here, the government of Cambodia is very very bad. Yeah, so and so she want for Japanese government to have about the Naming visa right now. She simple about the overstay. Yeah. So you comment that it's very small money that you can get in Cambodia. You say it's very small money you can get in Cambodia and Yeah. working, and many people want to work in Japan, Japan, but yeah. it's very hard to get the working visa in Japan, right? So there is not many routes Yeah. to work in Japan, and this is cause of many restrictions for people who wish to work here. And although Japan needs so much new labor because there is a shortage, people find very hard to work in safe conditions here as well. Mm. So almost the lava in Japan, like they like to work in Japan because Japan is a good country, and they want to study more for working here and want to have experience more when they are going back to Cambodia. So everyone had a good experience working in Japan. He loves the Okay. Japan he loved the working in the Japan like the company of the Japan. So Because the in Japan is better than in Cambodia. So although you had a difficult experience here, maybe your other friends they have more positive experience. Okay. すいません。ごめんなさい。ចានាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីណៃគួរជាជនជាតិខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីសង់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទាំងអស់ឲ្យពួកគាត់ជួយអនុគ្រោះដល់វីសាណាំវិញដូចជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការមកតវីសាហើយពួកខ្ញុំមានផលពិបាកច្រើនណាស់ក្នុងការដែលពួកខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួននេះពិបាកខ្លាំងណាស់ចាសុំទោសហើយសូមឲ្យខ្ញុំសនំពរឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយស្ថានទូតខ្មែរទាំងអស់ឲ្យគាត់មានការជួយបធូរបន្ថយនៅផលពិបាករបស់ពួកខ្ញុំផងចាតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ she was to tell about the Naming, almost the Naming visa, and she want the embassy of the Cambodia. He want to get to help them about some problem, and don't take them for the police. Then take them for to Cambodia right now. Please help them about this because almost not Cambodia Jin. We have to almost Gaikukijin to live here. They are better than for Cambodia. They want to almost
we are all together Cambodia. I want to Cambodia embassy to help them about this problem and don't bring them to Cambodia right now. Yeah, please help them and have the law for the Cambodia to have about the passport and almost the passport have big problem for embassy. They cannot when they are finished the passport the Cambodia yeah, they cannot to have yeah to use the passport and almost they are very worried about this and almost they are worried about the naming when naming since deki naikara they about overstay to live here they have afraid of the police they have afraid of the Japanese rule yeah no. I'm sorry. we have we don't we don't know about some 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 but we have difficult to explain about something. Yeah, I'm very sorry about this. but I try to say about like before. Almost we all Cambodia people to live here. We want more to work for the for the for the human right for Cambodia. Yeah, you want to change the human right of Cambodia. There is problem of human rights in Cambodia, but also there is a problem of human rights for migrant workers in Japan too. Can you tell us something about that? For migrant workers in Japan, maybe you have some comment about that. Comment something to say? Their human rights. Maybe the bad treatment of migrant workers in comment the bad conditions for migrant workers in Japan, especially the technical trainee. You already comment. Huh? You already commented. Yeah. Oh, okay. Last word, anything, last comment. If you have something to say, any last comment. 今日のメッセージ Your message today. Yeah, what do you want to say for today's event or something? And any last comment? យើងឥឡូវចូលចុងក្រោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់សុំអ្វីសំខាន់ជាងគេ សំខាន់ជាងគេខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍សូមគុំទទួលយកសំណើរបស់ស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានប្តឹងទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍សូមកុំឲ្យតណាមិញមកឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនសូមកុំជឿទៅលើស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអីស្ថានទូតខ្មែរដែលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនិយាយបំភ្លឺទាំងអស់និយាយបំភ្លឺពីការពិតទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកទំនិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញទូទាំងប្រទេសទាំងអស់មិនឲ្យខ្មែរបានសុខទេហើយមួយវិញទៀតគឺការងារក៏គ្មានដែរឲ្យប្រជាជនខ្មែរសំណាក់ស្រុកទាំងអស់បាទសូមអរយោបល់ ចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរចុងក្រោយសូមដែលក្រសួងការងារជប៉ុនសូមឲ្យដូចថាជួយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅរស់នៅមកចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសជប៉ុននឹងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើការហើយនឹងប្រាក់ខែដែល
ពួកខ្ញុំបានទទួលពីក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកុំទទួលយកសំណើពីស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនព្រោះអីមិនដែលបានជួយអីខ្មែរយើងបានទេអ្នកដែលជាអ្នកដែលជាណាមីងដូចពួកខ្ញុំស្ថានទូតមិនដែលជួយអីពួកខ្ញុំបានទាំងអស់ចាសូមអរគុណចាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានសំណើចង់សុំឲ្យជួយបន្តប៉ាសពតក៏ដូចជាតណាមីងដល់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលចំពោះពួកខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលដើម្បីបានរស់នៅក៏ដូចជាធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានមួយរយៈថាជាមួយដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែរដែលគាត់មានសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចាអរគុណ For me, I want to say like I want the Japanese government to help us about Namin visa, and almost I want Japanese government don't believe Cambodia government right now because Cambodia government almost say something a lie, and almost the rule in Cambodia is not good for the Cambodia people right now. Please help us about this something.ចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យគាត់ជួយបន្ធូរបន្ថយនិងភាពងាយស្រួលដល់វីសាណាមីងដោយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាចំណាក់ស្រុកជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ផងហើយមួយទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយអន្តរាគមន៍សពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសខ្មែរផងព្រោះថាប្រទេសខ្មែរមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំពិបាកណាស់ពិបាករស់នៅសូម្បីតែមកធ្វើការដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយពួកគាត់មានការរឹបគួនទៀតអញ្ចឹងសូមអស់លោកជួយពួកខ្ញុំផង She was telling about living in Cambodia is very big problem for living in Cambodia. She don't want go back right now. Please, Japanese government, please help us about this problem, and please change about the bad something in Cambodia. Thank you so much, Nai. Arigatou gozaimashita. Yeah. So yeah, arigatou gozaimasu. So Ian, Yeah. that was a little bit emotional. Yeah, a lot of emotions. Yeah, and yeah, that's to say the least. Maybe the condition of migrant workers here. It's Right. really difficult, no? So Yeah, exactly. There are there are a lot of issues, and immigration issues in Japan, and working conditions of foreign trainee workers, and this is just like a part of it, the Yeah. problem, So hope today, a lot of people can witness what's happening in here, and hope they can search them, online and look up things. So maybe to explain further about the condition of migrant workers, we Right. invited Yamaguchi-san from Right. APFS Union to tell us about Yeah, a little bit of detail of details migrant about the workers migrant in Japan. Yes. まあ日本語でも大丈夫ですね。じゃあ今日ははい、ですね、以上労働者の、
移住労働者のなんか現状っていうか、まあ、コンディションについて、まあ、ちょっとなんか、まあ、お聞きしたいんですけど、はい、まあ、今結構なんだカンボジアから来てた技術実習生の方々に、まあ、ちょっとインタビューしてたんですけど、まあまあ、クメール語だったんでちょっとよく分かんないところもあったんですけど、まあなんか働いてるところのまあ、現状とか、あと国に入る時のなんだ問題であったり、イミグレーションの問題であったり、まあそういうのをまあちょっと話していただいたんですけど、やっぱそういうのはまあカンボジアに限らず、まあやっぱりどこの国から来てる技術実習生の方にまあ共通するのっていうのはやっぱあるんですかね。はいはい、あると思いますよ。みんな共通するところはあると思いますよね。なるほど。やっぱ日本の法律がまあ結構技術実習生に対してまあちゃんと整ってないっていうか、そういう感じですか。技能実習制度そのものがね整ってないというよりも、非常に良くない制度、はっきり言えばもう撤廃すべき制度だと私は思ってるんですよ。なるほど。要するに、まあ、技術移転というね、日本という国に来て、技術を、ね、学んで、それをまた自分の国に持って帰ってっていう建前が、技術移転という建前があるんだけれども、現実は安くね、移住労働者をこき使うための制度にしか過ぎないと思ってます。だって日本に来た実習生って、本当にもうみんな単純労働で、そうですよね。で長時間労働で、しかもパスポートやね、在留カードを取り上げられたり、でましてや自分の国から来るときにはブローカーにたくさんのねお金を払って、借金までしてっていう感じですから、やっぱり技能実習制度は許せない制度だと私は思ってます。そうですよね、単純作業をしてその技術っていうか、まあ、そんなのも多分あんまないと思いまして、それをまあ国に持ち帰って何かするっていうのはなんか、まあ、本当おかしな話ですよね。おかしいですね。本当ですね。山口さんもこのイベントには結構前から参加されてるんですか。マーチンマーチに参加したのはね2012年ぐらいからだと思います。なるほど。なるほど。なんかやっぱ参加しようと思ったきっかけみたいなのが。いや単純に、私たちの、ユニオンができたのが2007年なんですよ。でまあ最初のうちはね他の労働組合との付き合いっていうのはあんまりなくって、ただまあ何年かするうちにまあ、移住連ですよね、移住連に参加している他の労働組合さんとお付き合いができて、それでマーチンマーチに参加しないかっていうお誘いを受けて始めたんです。なるほど、そうなんですね。いやまあ今日まあ結構まあさっき中島さんともちょっと話してたんですけど、なんだちょっと今名前が出てこないですけど、まあでもまあ今日のこのイベントを通してまあいろんな人にまあ移住労働者のなんか現状とかを知っていただけたらまあいいなと、そうですね、思ってるんですけど、まあそうですね、なんかなんだ今聞いてる見てる方に向けてなんかちょっとメッセージとかありますかね。見てる方メッセージどういう人なんだろう。日本人ですか。まあ多分いろいろいると思うんですけど、日本人の方もいますし、まあ多分外国から見てる方もいるかもしれないですけど、まあ多分大体は日本人だと思います。そうですか。もう今日のマーチンマーチのまあなんていうかな、こうどういったまあ方向でやってるかっていうと、もうすでに多民族多文化共生社会っていうのは始まってるんだと。日本でも100万人以上のね移住労働者がいるわけで、でまあとにかく日本人も外国籍住民も移住労働者もみんな同じ人間だから、ね、いろいろまあ助け合うところを助け合って、一緒にやっていくべきだと、そういうことですよね、要するに。まあ本当まあそれがもうねなんていうかまあすごい重要ですけども、まあなんかそれがあんまり理解してない人もいっぱいいますし、まあ本当まあ今日のイベントを機にまあそういうのを
見解を広げていけたらいいかなと思ってます。そうですね。はい。そうですね。まあどうもありがとうございます。今日はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。So Ian, maybe a little bit break, since that was a very short interview right. with Yamaguchi-san, and I think the program is started already. They can see. Yeah, right. There's a Brazilian capoeira Yeah. music and dance. So maybe we can give a Right, yeah, so our, that you guys our can listeners to enjoy the music and music, dance. yeah. And then later we'll come back with Nambu Union members. Yeah. Yeah, to talk about further discussion about Right. the state of migrant workers in Japan today. Right. All right, so I think by opening the mic, they can, by letting the microphone open down here. But with this one, I mean the light screen.
Hello? Yeah. We're going to do some English today. So my name is Isadora. I'm from New York City and I'm a volunteer of SMJ. And I'm Jasmine and I'm from California. 気合いでと申します。カナダから参りました。私も10年でボランティア活動に従事しています。よろしくお願いします。I'm here from Canada. I volunteer at Solidarity with Migrants Network. Thank you. こんにちは。オリビエと申します。フランス人です。私はインジュレンのボランティアで、あと南部組合の組合です。そこに見えます。Okay, so sorry for my new English. So I'm French and I am a volunteer for SNJ and I'm also part of the workers' union of Nambu. So I'm very happy to be with you today and let's continue the party. Thank you. 初めは主催解散する金沢武さんから。So first we will have some opening remarks from Mr. Kosaten. さまざまな国の方が司会をされるということで、出身の国を紹介されていましたけれども、私も国がありまして、岩手県人ということになるわけでして、マーチンマーチにふさわしいことになるのではないかと思います。今年は昨年と変わりまして、大変今日は暖かくてですね、私も毎年、このマーチンマーチを楽しみに待っているわけですけれども、この高さは大変ありがたいなというふうに思うわけですけれども、一方で、眠っていた花粉も飛び交っていて大変今日のデモも辛いかというふうに思いますけれども、最後まで頑張っていきたいというふうに思っています。さて今年の賃金を決める181春闘がまたがれていまして、大手の企業などでは3月の12、13を中心にしてその回答が出されるというふうに言われているわけです。私たちの春闘もそれに続くということになりますので、何としてもこの賃上げの戦いを精一杯戦っていっていただきたいというふうに思っているわけです。加えて今年の春闘の課題は今国会でもテーマになっています働き方改革というものであるというふうに思います。慣例8号案ということになっていますけれども、先日裁量労働制についてはそのデータの不備とかあるいは不正データとか言われて今回の、提出については見送るというそうしたことがありました。しかしいずれにしましてもこの一括法案というふうに出されてさまざまあるわけですけれども、しかしその眼目はやはり低賃金でどれだけ長時間働かせるかというところにつけるのではないかというふうに思います。今後残されているこの雇用寿命制度とかあるいは残業の上限規制の問題、この残業規制の問題についても罰則付きとは言っても100時間、以下であるとか未満であるということは大した議論ではなくて過労死ラインを超えているという内容になっているわけです。このことについて我々は認めるわけにいかないというふうに思っているわけですが、今それが議論されようとしているわけです。申し上げるまでもなくこの国といいますか社会はいわゆる働く労働者によって成り立っている成立しているというわけです。これは男女問わず、そして国籍を問わず、その働く労働者の力によって社会が成立をしているというふうに思います。私たちもこうした188春闘をこれから戦うわけですけれども、やはり私たちの働く権利、そして働き方の権利、そのことを何としても守り拡充させていくために共に戦っていきたいというふうに考えているところです。今日は幸い絶好のデモ日和ですので、最後まで皆さんと共に
に戦い抜きたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、次は日本音楽協議会東京支部日本協が歌います。私たちの暮らしは私たちが決めるよ。どうぞ。So next we're going to have the Nihon Kyo group singing We Decide How We Live. Thank you. Enjoy. 皆さんこんにちは。私たちは日本音楽協議会東京都支部と申します。今日は差別のない平和で平等な社会を目指して今年も皆さんと一緒にここで歌えることをとても喜んでおります。最初に歌いますのは座り込めここへ。この後ずっと放送してきました藤井のただ
皆さん自分の気持ちで歌って一緒に歌っていただきたいと思います。じゃあ平和参加を歌わせていただきます。橋の田んぼで暮らす人、きれいな丘の上で暮らす人、でも平和の真ん中で暮らすのは、それが一番だ。そうだと思う人は誰にも言わない。平和を勝ち取るこれは脱原発の戦いの中で原発がなくても暮らしていけるんだよっていう、それを私たちが決める、私たちが選ぶんだよっていうふうに作られたんです。でもこれはいろんなところでね皆さんに言える、私たちに言えることだと思うんですね。私たちの働き方とかいろんなことを私たちが決めていこう。そういう気持ちでぜひ皆さんの心の中で歌っていきたいと思いますし、これ3回繰り返して歌いますので、ぜひ2回3回の時にはもし歌えることがございましたら一緒に歌ってください。私たちの暮らしが私たちが決める、私たちの暮らし方は私たちが選ぶ。暑い夏には
楽しいですよね。It's very fun to hear songs. 続きまして、紹介したいのは外国人にはとても重要の団体です。I'd like to present next organization that I think are very important to support the foreigners in Japan. 社会的に外国人としてとても弱いですよね。例えばビザの更新の直前に会社がちょっと変なことをしたら結構騙してビザの更新してほしいから我慢して外国人がいっぱいいるんだろうなと思います。I think that as foreigners, sometimes if your company is not fair and just in times of renewal of visa, you would most probably just shut up and endure tough working conditions. So I think for this, the working unions are very important to support the foreigners. で、これからセントリッツ一般労働組合のアピールのスピーチです。So from now, the next presentation will be the working union of Zentoitsu Ippan Kumiai. はベトナム人技能実習生からの答えです。So next is a presentation from a Vietnamese technical intern trainee. So, thank you. 皆さんこんにちは。私は現東もいます。日本にいて最初に島の小山で造船の仕事をしました。で、会社からは経験についての話は何もありませんでした。原発のことはニュースで知っていましたが、造船のことは聞いていませんでした。仕事の説明は日本語で強くもいないのでよくわかりませんでした。それから島県の川俣町の誰も住んでいない田舎域で、解体の仕事をしました。その時会社から2000円もらいました。私はこれは何のお金でかってと聞きました。すると危険で当てたよと言われました。私は危険なことをしているのですかと聞きました。すると嫌な All right. So I Yeah, think- Ian. Yeah, We're back. Yeah, we're back. We're back. Well, since a lot of speakers speak in Japanese, so maybe I can translate. Ooh, no. Oh no.
The first guy, he was talking about he was working in Koriyama in Fukushima, and he was like working at the warehouse where people making like ships, like a cargo ships and stuff, and so like he had to do some like dangerous works, and the company only provided him 2,000 yen for doing that dangerous works. が危険なことも少しずつ分かってきました。So like he didn't know back then, but like he gradually like understood that there's a like effects of nuclear plants in Fukushima. And he's also worried about his kids. Uh, he's like talking about issues with the workers' union. And he's describing about his health issue, and he wants them to solve the issue. And his friends are still working in Fukushima, um, and yeah, breaking down the ships, like cargo ships. 私は実習生が我慢しないで安心して働けるようになってほしいと思います。And I hope the technical workers, technical trainees, gonna be able to work in a safe condition, and that's his hope. So I didn't know that we have technical workers working in Fukushima's Yeah, I know. highly Yeah, dangerous radiated, condition. yeah, Radioactive condition. radioactive That's area. crazy. Wow. Oh no. Oh no. Next will be a dance like Carnival performance, but Thai origin will be dancing and singing for us. Please enjoy.
I could sure learn some dance moves from them. 次は京都朝鮮高級学校卒業生リチャホンさんからアピールがあります。朝鮮学校で習う権利について発表させていただきます。韓国朝鮮学校では無償化が適用されていません。学ぶことに差別は許すことができません。Next, we will receive Kirishan Kosan, who will offer a speech about the right to learn in chosen schools. Because of recent advancement, funding is not applied to the schools. We believe there should be no discrimination in education. Thank you. Thank you.
Hello. 東京朝鮮中高級学校を卒業したリー・チャンホと申します。で今日は Lee Chanko from 日本にある朝鮮学校で Korean 生 school 徒た in ちが置か Tokyo. れている生徒たちが直面している危機についてちょっとアピールできればと思います。I want to talk about the crisis that a lot of Korean students are facing 先ほど紹 these 介しま days. したように今日本社会に朝鮮学校というものがあります。で私自身もそこの学校 So の there 卒業 are 生として a lot of Korean 高 schools 校まで12年間学 in びました。 Japan, and I studied 朝鮮 there for 学校は 12日本に years. どのようにして作られたのか簡単に説明をしたい And と思います。 let me explain how the Korean schools 日本で生ま were れ日 built 本 in で育った Japan. 在日コリアン3世です。 I am a third generation Korean Japanese who were born and raised in Japan. 日本による植民地時代に日本に渡ってきました。 My grandparents 私経緯としてはいろいろあ came るん to ですけれど Japan も、when どのよう the な思いで Korea 渡っ was てきたか occupied by という Japanese 部 government. 分があったり、自分たちが働き心を求めて渡ってきた人たちもたくさんいます。 There are a lot of people who 日 are 本に seeking 渡って like それぞ job れの opportunities 先 and 進民 better 主義の lives. 教育をしっかりと保障しようとした上で建てたのが自立による朝鮮学校の設立でした。 And a lot of people are で今 trying の to 在 like 日朝鮮人 build 在日 their 朝 own 鮮人たち schools が in this foreign 朝 country. 鮮学校で今私たち僕も含めた在日コリアン3世4世5世の人たちが学んでいます。 And there are a lot of students, like a それら third の朝鮮 generation, 学 fourth 校 generation, が fifth generation 2 of 人に初 Korean めて Japanese 日 were 本社会 studying 内 in the で school. とても居づらくなっており差別に直面しています。 But the current situation is not so good. We are facing a lot of 先ほど申し discrimination. 上げましたように高校無償化問題という問題における在日コリアンの在日朝鮮人の And 高 also 校 there are a 生 lot 権利が侵害されているということです。 uh, 本来 the our human rights are violated, 全ての学 especially びを保とうとするという from the issue of 意思のもとで like a 将来 free 高校 education, 生に就 like 学 K 支 to 援 12 を援助したり education. 授業料を無償化するという制度でした。ここに本来は全ての日本社会、日本国内に存在する全ての学校、専門学校を含めた外国人学校も適用されている前提での無償化制度でした。 So ただし、 there's a ここに policy, 今現在の so there's an 僕が act 通って that きた朝鮮学校というのだけが除外されて a lot of schools were going to be free, including like Korean schools and other なぜ無 schools. 償化に適用しないのか、なぜ、就学支援金を支給しないのか、その理由はさまざま言われています。 There are a lot of reasons why the government is not supporting those schools. 過去に行ってきた拉致問題との関係性がある。そうした問題が拭えない限り、朝鮮学校に 支援金だったり、朝鮮 There 学校の are 無償化は there were a lot of kidnappings by North Korean government, and that's one of the reasons why the government is not supporting the free education for Korean schools. 理由というものが侵害されている現状にあります。 So that's why the 一向にこの our human rights are violated. 解決の道を探れていません。そうした中で、 And we haven't had the solution for the issue. 朝鮮学校に通う学生、朝鮮学校に通った卒業生、またそこを朝鮮学校に学生を送ってくれているお母さん、お父さんであったり、在日朝鮮人社会で、同胞の方々が一つとなって、この差別の現状に戦っていこう。この差別の現状をただ感化するだけでなく、そうした現状に自分たちで戦い抜いて、で社会を変えていこうと決心し、今現在も高校無償化制度適用を目的とした裁判を全国5カ所で行っている段階があります。 And our students, students, the parents of the students, and other people in the community are trying to fight against the issue, this injustice, and we are bringing those issues to the court so that we can get some rights.
So like we fighting at this moment to get the human rights. ことを感じましたし、すごくいろんな学びを得ることができました。 And through the process, 簡単に述べて終わりたい。I could gain some knowledge, 台湾闘争を続けている森、 and I learned a lot from that. 東京は、去年の9月に東京地裁判決が出され、そこで And last September, we lost. 要件を保障し、朝鮮学校無償化適用は法的な法則でもなく適用するものではないという見解のもと棄却されました。 Basically, the Korean schools are not getting any funds from the government. 20日に東京高裁での第一審高等弁論を迎えようとしています。 And there's その中 a に一つは現在の私たち在日朝鮮人一同は戦い続けているということをアピールしたいです。この戦いが終わるまで決して戦うことをやめる気もありませんし、 and there's another battle coming up in 正 March, 当な権利さえ受けれずにどうやってこの日本社会で生きていけるのか、 and we're そう考えたときに preparing for that. この無償化だけの教育の権利にかかわらず、すべての外国人、日本に住む在日外国人への権利というものは正当に保障されるべきだという考えのもと、必ず高校無償化を求めて戦い続ける、最後まで戦い続けるという And we believe in all kinds of education has to be free, and we are fighting for the free education until, yeah, it's gonna be realized. されないという通達を受けてから今もなおここまでやってこれているのは必ずしも在日朝鮮人、在日コリアンだけの力ではたどり着けなかったことというのをアピールしたいと思います。 And I'd like to let you know this battle has not been possible only with the help by Korean people, Korean Japanese people. 在日外国人も本当に多くの方々 And we had a lot of helps from other foreigners, other people with the foreign backgrounds. の声を上げ続けていけているものだと思っております。このように最初始まったのは学生が原木となった在日朝鮮人だけの戦いというものでしたが、 And this movement 在日外国人 has begun from Korean Japanese students. の連帯の輪をどんどん広げていき、 But we are expanding the community to other groups, to other people. ということにすごく力強さを感じます。 And we are being motivated by the fact the community is expanding and we are getting more helps from other people. この移住労働者の皆さんの方々の問題だったり、今後、現代日本社会が多文化共生を実現していくための課題として、やはり今後、お互いがお互いをもっと知り、お互いが相手の立場になって考える、相手の立場になって考えた上で思いを馳せる、そうした相互理解というものがもっと深まっていくことが必要なんじゃないのかなと思っています。 To make this country, this society better, we should help each other, collaborate each other. に関して無償化適用してもらうためには、朝鮮学校のことを知ってもらわないと。 And to get funding to make the Korean Japanese school education free, I have to let the words out. I have to let other people know about the school, about the situation of Korean schools in Japan. ただ、今こう開いていても、相手が踏み寄ってこない状態。どんどん相互理解の前提となるあっちから来るというアクションがないままに終わってしまっている段階だと思います。 And even though we are opening up the space and we are providing information, I think right now we are just like doing that, and not a lot of people are actually responding to our messages. 作り上げていくためにも
So I think it's very important to know each other. Uh, we have to have like a mutual 引き続き朝 understandings. 鮮学校に関する差別には、私も含めて、日本人有志の方々一同もそうですし、在日朝鮮人一丸となって戦っていく所存です。ぜひ一緒に日本社会に So to make this Japanese society better, we have to help each other and yeah, collaborate so that we can have a better future for all of us. ありがとうございました。マーチマーチ実行委員会をですね、参加者の皆様に、Thank you for the speech. どういう署名かと申しますと、2月の23日にですね、We are gathering up some signatures from you guys. 打ち込まれるという事件がございました。この実行犯は極右団体に関係する人物というふうに報道されておりますが、私どもはこれをですね、いわゆるヘイトクライムですね、在日コリアン、在日朝鮮に対する差別意識、排外主義に基づくヘイトクライムに他ならないというふうに考えております。こういったヘイトクライムに対して強く抗議をし、そして日本政府に対して厳正な対応を求めるという署名を受付で集めております。今回の銃撃事件はですね、私ども多民族、多文化共生社会を目指す人々すべてに向けられた柔軟であるというふうに考えております。ぜひ皆様、署名へのご協力をお願いいたします。受付で署名を集めておりますので、よろしくお願いします。どうもです。So there's a bullets shot inside the building of Korean schools, and we are gathering up the signatures from you guys to protest against this hate crime and this injustice. So 移住者等連帯する全国ネットワーク、あるいは移住連は移住労働者、外国人、国籍、市民とともに多民族、多文化共生社会の創出を目指す NGO です。個人感想けれども、私は研究生として移住者に対して法律や政策について勉強しております。学校でたくさん習いましたが、移住連のおかげでスタッフの会話やイベントを通じて本当に大変な勉強になりました。あと、ボランティアとして英語にしますけど、I've seen so many days where the SMJ staff members are very tired, but never one day where they cannot have a lot of passion for everything they do. Now, please, Ando Makiko-san. 皆さん、こんにちは。ジュレの安藤です。今日は私が所属しているジュレの活動についてお話ししたいと思います。I'd like to talk about the Immigrants Association. 今よりももっとたくさんいた頃、地域で外国人の問題について取り組んでいた労働組合や団体が一緒になって移住連を作りました。移住連は直接一人一人の We'll build this association with foreigners, and if we also if we wanted to help the foreign workers, migrant workers. 法律や制度をこのように変えてくださいと日本政府と話し合うことを活動の柱としています。移住連ができた頃 Our から basic もう20年以上経ってきま activities した。 like discussing この some 20年の issues, 間、 migrant issues with the government. 皆さんの生活も大きく変わったと思います。今この会場の中にいる人でも20年前はおそらくまだ自分の国にいたとか、あるいは
は日本にいたけれどもビザはなかった。でも給料はもっと良かった。いろいろと違っていたと思います。I think there are a lot of changes through the course of 20 years of our activity. 今日本にいる外国人の数はだいたい250万人になりました。20年間で100万人以上増えました。いろいろなことが変わったんですけれども、全く変わっていないものがあります。それは日本政府の外国人に対する考え方です。There are a lot of changes since 20 years ago, but the government hasn't changed its policy against the foreigners. 外国から日本に来てこうして暮らしている皆さんの生活や権利を守るために必要な制度や法律のことです。安倍総理はそれを作らないと言ったのです。日本社会は日本人だけのための社会ではありません。私たちの中には日本人も Prime Minister Abe 日本人らしくない日本人も外国人らしくない外国人もいます。 make new laws against foreign workers, migrant workers, and this country is not for Japanese people only. 私たちは誰もが安心して暮らせる社会を望んでいます。 We like to achieve a society that's for everyone. ビザのためとか国籍のため、 To do 言 that, 葉の問題のため、文化の違いのため、またそこから生まれる差別のために皆さんが大変な状況にならないように、同じ人間として命と権利が守られるようにきちんと制度を整えてもらうよう政府に働きかけていくことが必要です。we have to 私たちは今週火曜日も日本政府と一日中話し合いをします。そして来年は日本政府が作らないと言っている移民政策を私たち20年が作って出します。その準備を今しているところです。さて、そのような活動をしながら私たちは、昨年からキャンペーンを始めました。ここにいるという名前のキャンペーンです。we started this campaign. この2人が今持ってくれているのがキャンペーンのマークなんですけれども、ここにいるという日本語は、聞くと何か足りない感じがします。何がないのか。 In Japanese, it sounds like it's lacking. なぜ It's 主語がないの lacking かというと、これは皆さんにつけても now. らいたいと思ったからです。私はここにいるでもいい。難民 It's は like こ a こにいるで pronoun. もいい。ベトナム人はここにいるでもいい。And the reason カ why ンボ we ジア made 人はここにいるでもいい。 that シングルマザーはここにいるでもいい。 is that 誰がここに you い can る just のか add 日 your 本 own 社会に伝えても pronouns. らいたい It と could 思 be いま just した。 Vietnamese here 今日は皆さんが or ここにいるを伝える日です。 other people 声 here. を So 上 you げない can と just 社 choose 会 your は own. なかなか気づきません。日本社会は日本人だけのものではないのです。だから皆さん日本社会に Japanese 伝え society てくだ is さ not い。 only for Japanese こ people. こにいると街の中で声を上げてください。手を振 So ってくだ please さい。 say ここ that にいる when 皆 you're さん一人一人が社会 walking の down the 大切 street. な存在です。 And 一 every 人 one 一 of 人 you の生活と権利の is た an めに、 important part ま of た Japanese society. あなたがあなたらしく生きられるためにみんなで声を上げましょう。希望を声にしましょう。あなたの声が希望です。ありがとうございま So した。 please speak loud. You're here. You're being in the society. So each one of your voice is the hope of our society. So please do that. はい、次は APFS 労働組合がビルマハウ族の踊りを提供します。ビルマは多民族の国です。今日はハウ族が踊ってくれます。So next we will have a dance from the APFS labor union. So
Hello, everyone. I'm coming here every year. I'm Abebe from APFS Union. I'm coming from Ethiopia. まあ、外国の人、この国はいろんな制度を毎年作っています。まあ、労働組合があったおかげで、我々の外国の人の自由、言われたものに対して徹底的やらないと制度に負けます。We have 絶 to. 対皆さん一丸になって、これからも我々のワーキングユニオンのスローガンを持って前向きに考えましょう。今日2つほど皆さんにご報告あります。一つは、Two things 日 to 本の tell 母からエチオピア母、海外の外国の母、ミャンマーに、エチオピアに、南米に、アジアなり、子供たちに、生まれつき子供たちに車椅子、この10年間、23国に6000台を持っています。これからも We sent like 6,000 wheelchairs to 23 countries. 人間的に生活できない母たちも困っていることに対して15年前にできた活動で今毎年第3日曜日羽村市の方にやっています。今度ミャンマーにも送る予定になります。エチオピアも入っています。これが本当市民と市民やることになって車椅子というのは本当にどうしても子供たちにいかにも自由にな And る we've been doing this 10 something years, and we're planning to do to the Myanmar too. 活動しています。もう一つは I think we're having an interview soon. Okay. From この間政府が Which one? 緊急事態は Carabao. まあ、エチオピアのことを先週のマラソンに関して分からなかったけど、女性マラソン、エチオピアのこと優勝したけど、彼女も泣いたんです。要は、我々国あるけど、海外からもらってる支援で、我々の国にいじめられています。特に若い人たちの人生をいじめられています。それに対して、今月末、あるいは4月頭に、外務省向けに、日本の外務省向けに2回目になるけど、絶対支援しないでくださいと。するだったら、ちゃんと徹底的に考えて、徹底的に調べてから
So we are now live. Yes, So we're back, and we have a friend from the Philippines, Davao. And what's your name, sir? My name is Rizalito Bahian. Rizalito Bahian. Yes. Nagpuyo ko karon sa Yaiso. He is staying in Zaiso? Yaisus. Daisus? Yaisu. Laisu. Hi. In what? Sakop sa Shizuoka. From Shizuoka. Hi. So thank you for letting us have you here interviewed for Radio Kosaten. So we have few questions for you as a migrant from Davao in the Philippines. Yes. And yes, how did you know about this event? I know this event from Mutsusuki-san. Once in Shizuoka Councilor and Labor Union. And he said about this organization that this organization every year they are celebrating in March. Maybe this is the second time I hear. Last time I'm here, and now we support also this March together with my co-Filipinos from Yaiso City. Yaizu City in Yeah, Shizuoka. in Shizuoka we are 10 person from Shizuoka, Yaiso City. So paano kayo napunta ng Japan at baka maaaring bigyan nyo kami ng kaunting kwento. Yes. Napunta ako dito sa Japan dahil ako po ay nakapag-asawa ng isang dugong Hapon. Okay. They are Sato family. Sato family. Siya ang nagsabi sa akin na dito magtrabaho sa Japan after our married in 2005. So he came here because he was married to a Japanese. Yes. In Japan. So That's how's life in Japan? So our life in Japan, it might be now is difficult, but we can stand as a worker kasi kailangan natin magtrabaho para tayo mabuhay dito sa Japan. At nakita ko yung sitwasyon natin dito sa Japan na parang unbalanced. It is because the labor union laws hindi na ipatupad sa Hakin Kaisha. Hakin Kaisha. So bali Hakin Kaisha ang inyong employer? Yeah, kami ngayon sa Yaisusi, bilong kami sa Hakin Kaisha. Okay. Ang problema lang sa Hakin Kaisha kay wala gi-inform sa amo, not inform us about labor law. Okay, so translate ko lang Gutiay in English. He's working very hard in Yaizu in Shizuoka, and he found out that it's really difficult to work without have the privilege of the labor rights or labor law. And his employer is Haken Kaisha agencies. So these are contract companies who offer jobs to anyone. Sometimes they are considered exploitative companies, no? So Haken Kaisha didn't give them any information about labor rights and labor law. So that's why it's quite difficult for them. So they're trying to fight for it in Yaizu in Shizuoka. So I will share also our experience in Yaiso. Can I? Sure. Okay. 2 years ago, sa wala pa ang labor union, we are facing a difficult problem. Like for example, yung nasusugatan, Yes. hindi nababayaran. Tapos yung yukyo, hindi na ibinigay. Nung pumasok na ang labor union sa Yaiso, ito ang malaking tulong sa mga Pilipino dahil sila na po ang naka-experience mismo na
ang labor union pala dito sa Japan, malaking tulong. Hindi kagaya sa Pilipinas na hindi nagkaisa. Yes. Noong Yes. dumating na ang labor union, nakita nila na yung nasusugatan sila, hinahabol ng labor union, nababayaran sila. May nababayaran na 114 lapad, may 26 na lapad. Kaya yung mga problema ng mga Filipino workers, nakuha yung mga benepisyo nila dahil sa labor union. Kaya panawagan ko sa mga migrante na dapat magkaisa tayo sa labor union kasi ang experience namin sa labor union, maganda ang takbo sa trabaho. Yes. So, ako bilang isang chairperson sa Yaiso Labor Union, kami ang kauna-unahang Pilipinong buo ng Labor Union. Good. Para mabigyan naman natin ang problema ng ating mga kababayang Pilipino. Dahan-dahan, makatulong. Makatulong. Dahan-dahan lang. Kasi ang maraming mga Pilipino na takot sa labor union. Yes. Kaya yes, dahan-dahan namin ipinaalam na huwag matakot sa labor union kasi ang labor union sumusunod tayo sa batas. Yes. Ang sa atin lang na hindi tayo mag-abuso para ang batas pabor sa atin. Yes. Kaya yun ang panawagan ko sa kanila. Noon, na-organize namin ang labor union. 10 lang kami. 2016, February 14. Ika 1 year anniversary namo. Bago lang. 2018, February 14. Ika 2 years anniversary namo. So, gi-celebrate na namo ang 2 years anniversary tungod kay dahil marami na kaming natulungan ang mga kapwa nating Pilipino. Kaya ang panawagan sa ating Pangulo, pagbabago. Okay. Kaya pagbabago tayo ngayon, Maganda. migrant. Good. Translate ko lang kaunti, no? Sa sinabi ninyo. So I'm gonna translate what he said. Now in Yaizun, Shizuoka, they are struggling to fight for union and labor rights, and he is calling all the Filipinos and the migrants to unite and get organized through the labor union, and because the labor union will support and help us in problems and situations regarding work. For instance, accidents. There are many reports of accidents in the factory or in the workplace. Without the union, it's impossible to get the rights or labor rights or even human rights. So he is asking and calling everyone, especially the Filipinos in Shizuoka and Yaizu, to get organized. And he said that in the Philippines, most Filipinos are afraid of labor unions. So he's saying that here in Japan, you shouldn't be afraid because the union is for us or for anyone. So this is our chance to claim our rights through the labor union. So he's calling again to fellow Filipinos to join the labor union, and he just mentioned about their union. The union's name is Yaizu Labor Union. Yaizu Region Labor Union, and it's a pretty new union. They organized 2 years ago. And now this will be the second year. Already second year, no? February. It's the second year of their labor union. As of now, we are all Filipinos. We are now 70 person and working together in labor union. Yes, workplaces. Can you tell us about what are the Our workplaces is fish processing. Fish processing, and that workplace is very dangerous because we are cutting the big fish, like for mangoro.
And some workers in Yaiso, they are cutting their fingers, and sometimes are wounded by the planer. So that is the reason we fight the union together, fight against the Hakin Kaisha, so not give their rights. So mostly the members of Yaizo region labor unions are from the fish processing factory. Yes, fish processing factory. Okay. Because Yaiso region, Yaiso is the center of fish processing in Japan. I see. Yeah. Okay, so is there any more you would like to say something to our fellow migrants, Filipinos, or other nationalities as well, living and working in Japan? Yes, one thing I want to say that we are migrant here in Japan, and let us unite, fight our rights, and don't be afraid because the labor law in Japan is in favor of us, and let us implement the labor law in Japan so that we are not behind, and we are move forward and fair between the Hakin Kaisha and the workers. So that's all, and I would like to thank you so much, sir, for Thank you your for time given giving me. us a time to have you interview. Daghang Yeah. salamat. Daghang Maraming salamat po salamat. sa panahon. Thank you. For us. And also for this event, we are now collecting donations, so the donation bus will be moving across the stage. Thank you. Pwedeng email. Where's the email? This one. It's very sad because I haven't really been to other places. Oh, you do. Hey, I mean, they know me. Yeah, you. Places. Yeah, but like you know.
八重樫と言います。八重樫と言います。はい。何でしたっけ、質問が忘れちゃった。この後ろに座りながら、そうです。はい。道になります。はい。そうですね。ちょっとどういう会かとかいうのをちょっとお聞きしたくて。カラバオの会というのは、はい30年前、はい1987年にできた、はい会で、寿町というところにあります。はい、で寿町っていうのは日本の四大寄せ場と言われていた日雇い労働者の町と言われているんですね。で1987年はちょうどその寄せ場ドヤ街ですけども、はいはい、そこに1000人を超す外国籍の方がいらっしゃって、主にですね、タイ人、フィリピン人、韓国人の方が多かったです。なるほど。で、その寿町の寄せ場っていうのは越年越冬闘争というのがあって、年末年始食湾が閉まってしまうので、そこでは日雇い労働者の町なので、仕事がないといわゆる生活費が稼げないから、みんなこう野宿するわけですね。それでみんな餓死投資っていう形で、亡くなっていくということがあって、そこでみんな支援メンバーが集まって、一人の餓死者も出すんだと。ということでパトロール、炊き出し、いろんな問題を抱えた人たちの相談に乗るという活動をしていたんですね。そこにフィリピンの方が、賃金未払いがあるんだけど、という相談が来て、でそれをきっかけに、外国籍の人たちのインタビューを始め、たくさんの問題が起きているということが分かって、カラバーの会を結成したといういきさつです。そうなんですね。なるほどなるほど。じゃあその日雇いの労働者の形を助けてたら、そういう外国籍の形が現状があらわになってきたっていう感じなんですね。なるほどなるほど。で今日のマーチはもうどれぐらい参加されてるんですか？以前ちょくちょくとは来てたんですけども、会としてきちっとこう参加しようよっていうふうに始めてからまだ2年目ぐらいです。なるほど。歴史はあるんですけども、なかなかマーチに参加するってことがなくて、移住連の活動にも、もちろんずっと共同代表の渡辺英春というのがカラバのメンバーなので、関わっているんですけども、なかなかこう不定期な関わり方で、いたんですね。なるほど。去年からです。マーチ。なるほどなるほど。そうなんですね。どうですか？結構もう87年から活動してらっしゃるわけなんですけど、その中で移住労働者の方たちの状況とか変わってきたり、その活動をする中で達成したこととかってありますかね？当初僕らが活動した時は、外国籍の方が大量にバブル経済の時なので、まだ日本人が外国籍の方に対する非常にアレルギーがめちゃくちゃあった時代で、差別と偏見があって、地域で外国人同士が喧嘩してるとか日本人女性がレイプされたみたいな噂があって、全くそんなことはないんですよ。でそういう日本人の偏見の中との戦いが一つあります。でもう一つは外国籍の方がほぼ全員オーバーステイということですから、賃金未払い、解雇、労災、あらゆる問題が噴出してきているわけですね。でとりわけて医療に関しても救急車で運ばれてもたらい回しにあって受け入れる病院がないとかっていうことで亡くなったりする方もいらっしゃったし、プレスの機械で指を切り落としても治療費だけで会社を解雇されてしまうとか、非常に劣悪な環境で当時はいたわけです。で当時労働組合も大きな労働組合はなおさらなんですけども、外国籍の方をフォローするということは全くなく、カラバオの会
ぐらいが非常に30年前唯一と言ってぐらい支援団体がなかったんですね。なるほど。でそれでそれから徐々にいろんなところに話しかけていって、で支援グループを作っていって、カラバオの会とか、そこの支援グループ通して関東フォーラムを作って東日本フォーラムを作り、全国フォーラム移住連というのを作り上げていくっていうそういう歴史でした。なるほど、そうなんですね。なかなか長い長い歴史ですね。で当時はやっぱり韓国とかフィリピンとかさまざまな人たちをケアしてたんですけども、だんだん支援する側もカトリック教会に来ているラテンアメリカの人たちとかが、フィリピンの人たちはその流れで支援グループができるし、教会関係の方で支援グループができるし、だんだん住み分けができてくるんですね。なるほど。で当初カラバオの会は割とモスクでビラまきをしたっていうことがあって、パキスタンの方とかイランの方とかバングラデシュの方が結構来てて、で日本語講座を開いたり彼らと一緒に互助組織作ったりしてたんですけども、911の問題があったのと、あと東京の都知事が石原慎太郎になってものすごい排除の論理で、いろんなところで逮捕されて強制送還になっていくという歴史があって、経済自体も下降線になってきて働く場所もないということもあったんですけども、だいぶ少なくなってきた状況があります。で今はオーバーステイの方がかなり少なくなって、もう日本人の方と結婚して在留資格がある方っていうのが非常に多くなってきているということなので、外国籍の人たちの問題も当時は労働問題っていうのが非常に大きなウエイトだったんですけど、今は生活問題、例えば在留資格がもっと延期したいけどどうしたらいいのかとか、子どもの教育の問題とか、あと医療の問題とかで、今タイの方が隣にいらっしゃるんですけど、今タイの方の配偶者、つまり日本人男性ですけども、主に高齢になって年金なんですね。であと高齢化でちょっともう働けないし、で体も具合も悪くて寝たきりになってるとか、その老後の問題がだんだん大きな問題になってきてるっていうことですね。だからそういう意味で問題の質がどんどん変わってきてるし、定住化を進むことによって日本人が抱えている問題と同じ問題を外国籍の方もより一緒にフォローアップしてくれる団体もなく孤立しながら問題を抱えているのが現状だと思います。なるほど、そうですね。ぜひお隣の方にもお話を伺いたいんですけども。そうですね。カラバオの会から言うと思います。カラバオの会から言うと思います。カラバオの会は私たちはタイ語のスタッフです。はい。なるほど。今までが外国があまり少ないからね。でも今はみんなで配偶者とか、定住者もまだいるけど、いろんな生活がいろんなわかないから、何せか自分で言葉わかないとか、だからダイナさん日本人から何でもダイナさんだけ自分でやってるから、なんかそういうもうだんだんダイナさんが年になって自分でいろんなやり方とかわからないので、だから今まですごく問題あるですので、これからみんなたちカラバオの会で頑張ったちょっと外国ためにちょっと助けたいなと思います。そうですね。なんか今そういうなんか具体的な取り組みとかやってらっしゃるんですか？カラバオの会で。やってやります。はい。なるほど。ね。そうですね。これからタイコミュニティという形でもっときちっとした組織を作って自分たちの問題を自分たちで解決できる力を身につけることが一番大きいので、そこをまず日本人スタッフとしてはフォローしていこうということと、タイ語の相談を受ける日を決めてタイの人たちがご相談しやすい環境を作ると
いうことも一つ念頭を置きながら今その実践に向けて進めている状況です。なるほど。まあそうですよね。まあその20年前、30年前とも全然状況も違いますし、まあそうですよね。まあそのメンバーも全然違いますからね。だからまあ本当なんか臨機応変に対応しないと、なかなか難しいかと思いますけど。そうですね。そうです。今日のそうですね。先ほどのダンスについてなんかちょっと。今日はためにのカラバの会なんかイベントあるからみんなお母さんたち始まって練習してなんかちょっとタイの踊りとかやりましょうとか、みんなにお楽しみるかなと思うのみんなで。だから今まではどんどんがみんなお母さんたちがすごい喜んでて、いつどこあるだったら声かけてだったらみんなすぐ始まって、一緒やろう行こう行こうとかみんなですごい喜んでるんですよ。なるほどなるほど。まあそうですね。こういうなんかそのダンスとかまあ何でも発表する機会があって、でそれでなんかみんなでまあできたらすごい楽しいですもんね。そう楽しいですよね。すごいまあいいと思います。まああと今日はまあマーチでまあすごいまあその他の人がまあ移住労働者の方とかにまあ興味持ってもらったり、まあその人たちのことを知ってもらったりするいい機会だと思うので、まあ本当。今日はどうも来てくれてありがとうございます。よかったです。なんか最後に一言視聴者に向けてなんかありますか？最後にカラバーの会よろしくお願いいたします。何やっても声かけてください。ございます。はい、どうもありがとうございました。
皆さんこんにちは、国です。学院飛行機聞いたことある人、ない人はあんまりないですか。適当に盛り上がってくれるので、まずは、ビータのサピエンから産業革命という曲をやってください。Sí, coge uno. Bueno. あver si nos oímos. Ay, que no sé tu nombre. Jorge. Y es cuando conociste Kanagawa, ¿verdad? Kanagawa Union. Sí, Kanagawa Union. Vale. Pues estoy aquí con Jorge, que es de... Estoy con Jorge, que es parte del Kanagawa Union y que ha venido hoy al evento. Sí. Y bueno, antes hemos estado hablando un poco sobre la visión de futuro que veías para Japón dentro de unos años, ¿no? Hablando de cuando viniste tú, que ya hace bastantes años que estás aquí, y cómo ha cambiado la situación, cómo lo ves tú, y sobre todo mirando al futuro, qué problemas puedes prever o cuáles piensas que son los miedos y las preocupaciones. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, mi nombre es Jorge, yo ya tengo viviendo en Japón ya 21 años. Mi primera vez que vine con mi madre, que es nacida acá. Es nacida pero criada en Latinoamérica, Perú. Bueno, yo también soy nacido allá, de padre peruano. La primera vez que llegué a Japón, vinimos de visita. Fue la primera vez. Ya después la situación cambió en Latinoamérica, en Perú. Hubo una alta inflación y nos tuvimos que mudar para acá a trabajar. Yo estaba cursando la universidad, no la terminé y me quedé, En ese tiempo tenía 20 años. Vine a los 20 años, empecé a trabajar, conocí a la madre de mis hijas, tengo 2 hijas, y ese fue por lo que me quedé más tiempo acá. Bueno, Japón desde hace 20 años ahora ha cambiado mucho. Tal vez sería porque ahora económicamente, ya si hablamos la parte global, la economía a nivel mundial ha bajado, y Japón lo único que tiene, fabrica, no produce, porque todo es traído del exterior. La materia prima, todo es de afuera, del exterior. Y todo se fabrica acá, Los autos hay, como también hay diferentes empresas de artefactos eléctricos, Y eso ha ido bajando un poco la producción. Se puede decir al consumo también. Antes se consumía mucho, ahora se consume muy poco. Y eso es un poco, Traduzco esta parte. Jorge is coming from Peru, but he's been living in Japan for 21 years already. His mother is Japanese, who migrated to Peru and married his dad, who's Peruvian. And they came the first time in holidays, long time ago. But afterwards, when the inflation in Latin America went up, they decided to immigrate and come to work. He was studying at university, but had to leave it and come to Peru to work with his family. And married here and has 2 daughters. So he decided to stay because of family reasons too. And he is mentioning that it has changed a lot, the situation when he came 20 years ago to now. That Japan is a country that mostly fabricates, doesn't use its imports the first the primary resources and then produces new things, and that since the global economy has gone down in the last years,
this production has gone down, and also the consumerism or the consumption. So yeah, that's what he was saying. Bueno, y también en Asia la economía ha subido bastante. China, Corea, ahora también produce lo que antes solamente producía Japón, ¿no? Y a menor precio. O sea, a producir a menor precio, el consumidor más se va al costo, ¿verdad? Por lo más barato, ¿no? Y eso ha originado, ¿no? Que hubo un tiempo donde no había mucho trabajo, ¿no? Te estoy hablando de 10 años atrás, ¿no? O sea, no había consumidor, no se podía fabricar, no se podía crear nada. Y ahora en este tiempo, en estos años, hay poca mano de obra. ¿Ah? Eso es lo que está pensando Japón, lo que desde en adelante es un problema muy perjudicable para el japonés, en gran mayoría, porque la gran mayoría está envejeciendo, los matrimonios, la gran mayoría se está casando a una edad de 30, 40 y no está concediendo, ¿no? No está concediendo hijos, que es el futuro para el mañana. Son los soportes de un país, ¿no? Y eso es lo que ha bajado también. Bueno. And he said that Korea and China started producing very strongly and with lower prices some years ago, so about 10 years ago. Work possibilities in Japan went down, but that now the situation is another because what is going down is the working force. And that looking to the future, one of the problems that Japan's going to have to face is that there are too little people working, that people marry very late and very often don't have children or don't have that many children, and that population is aging very quickly. So that is a very big problem for the country in the future that he sees. Y todos sabemos, ¿no?, que de aquí a 2 años son las Olimpiadas acá en Japón, ¿no? Ahorita en estos momentos Japón está en una inversión, ¿no?, por las Olimpiadas que se van a realizar. Pero después de que terminen las Olimpiadas es un futuro que los japoneses dicen, una traducción al español, algo muy oscuro, sin un futuro al ver. ¿Ah? Más es porque la gran mayoría de aquí a 7 años tendría 65 años por encima. Bueno, ahora la gran mayoría en Japón siguen trabajando hasta los 70 años, ¿no?, por un decreto que está por salir, por no salir del gobierno, pero parece que se va a dar. O sea, al elevar, porque antes la jubilación era a los 65, al elevar esos 5 años se prolonga el pago de pensión de jubilación. ¿Ah? ¿No? Y algunos que llegarán, como algunos que no llegarán a cobrarla. Bueno. He is worried about pensions in the future because he's saying that there's a new law that is about to come where it will be regulated that people will have to be working until 70, that most people are going into retirement at 65 now, but it's going to change soon due to this. And he was also mentioning that Japan is investing a lot in the Olympics, which is in 2 years, but that he sees that it's obvious that the problem goes a lot further, and that at this point there is a problem without solution or a future without light, because they aren't really doing steps to solve that or to think about that in the problem in the future. So, y tú ¿cuál crees que, supongo que como trabajador a ti te preocupa esta situación porque no sabes si vas a tener un retiro en el futuro?
No, esa es la preocupación no solamente para mí, sino para la gran mayoría. Sí. Porque más todo como escucho, ¿no? Veo las noticias, parece que no hay. No hay, ¿ah? Pero es una obligación seguir, ¿no? Seguir pagando los impuestos de jubilación y seguir trabajando, ¿no? ¿Y tú crees que las políticas de inmigración en ese sentido pueden ayudar a pensar en otra forma en el futuro? ¿Crees que las políticas que tiene Japón con respecto a emigración, a trabajadores viniendo de otros lugares, crees que eso puede afectar de manera positiva, por ejemplo, que se permita más gente que venga del extranjero? ¿O crees que eso está bien regulado? ¿Cuál es tu sensación con respecto a eso? Bueno, sobre Japón todos sabemos que es es una isla, ¿no? Y no tiene, como en otros países, comunicación, ¿no? Directa. Venía del extranjero. Bueno, Japón viene de una segunda guerra, son ya 75 años, creo, terminó la segunda guerra, ¿no? Y antes de que empiece eso, no habían extranjeros acá. Si habían unos cuantos. ¿Ah? Y después que Japón pasó la época de la posguerra que terminó, necesitó de la ayuda de mano extranjera. Eso fue cuando recién los primeros migrantes que llegaron acá fueron coreanos. Te hablo de 60 años atrás, ¿no? ¿No? La primera migración fue de coreanos. Después, no sé, que hubo un problema, ¿no? Y llegaron chinos. No, esa ha sido la segunda ingreso de migrantes. Después se fueron los chinos y hemos llegado nosotros, los descendientes de apellido japonés, de madres, padres japoneses. ¿Ah? Y ahora se escucha que quieren traer de los descendientes una generación más. ¿Ah? Se puede decir, por ejemplo, en mis hijos, ¿no? O sea, los descendientes de nietos japoneses, ¿no? Esa es una teoría de migrantes. Y la otra entrada que escuché es que por un periodo de 2 años, o sea, no interesa nacionalidad, un periodo de 2 años, al terminar ese periodo vuelven a salir. No. I asked him about how he sees his future and if he sees how does he relate to migrant labor forces, and he said that Japan didn't have many people from outside until the Second World War, and that after that it needed work from outside. So it has been like these waves where it was first Korean and then Chinese, and then the next wave was their wave, the descendants of Japanese people who had immigrated to other countries. And he says that he's heard two possibilities for the future. One of them would be to extend to another generation of migrant descendants, so like what could be like his children if he had stayed in Peru. And that the other option that he's heard is of having people come for 2 years and then leaving. And that he thinks those are the politics at stake at this moment. Yeah, no sé, así como no sé si hay alguna cosa, alguna idea que más que quieras decir o algo en relación a esto que hemos dicho último. No, o sea, no. Japón a veces habla que también al ingreso de más extranjeros dice que pueden perder un poco su cultura. ¿Ah? Porque ahora la sociedad japonesa es un poco cerrado, ¿no? La persona de mayor edad, los hijos se independizan y viven solos. ¿Ah? Y ellos al vivir solos, como un abuelo casi no tiene la facilidad que transmite al nieto, ¿no? De contar, de conversarle cómo era en su tiempo. Y es un poco que la cultura se está perdiendo, por el que se están aislando los padres de los hijos.
¿Has notado tu diferencia en los últimos 20 años Sí. con respecto a eso? Sí. Se están aislando mucho. Se puede decir por el mismo sistema que ha cambiado. Que como en este tiempo, no te hablo del momento, no hay mucha mano de obra y el japonés está trabajando mucho tiempo. Está en una oficina, en una fábrica. No tiene el tiempo para gozarlo con su familia. Su familia, si es casado, con sus hijos, con sus padres, ¿no? Tal vez sería la mayor parte es eso, ¿no? La falta de tiempo. O que no organizan también. Se sienten a veces muy agotados por la labor de trabajo. He said, he said that he has felt a big difference in the last years regarding the community networks, that children go out from home and parents stay alone, and that he has the impression that people are very alienated more than before, and that there isn't really a transmission of culture, and that people are closing themselves a lot into themselves, and that he thinks that this is related to the work ethics of the country, where also because there aren't so many workers now, mostly men are working long hours, so they don't have any time to have with their family, to enjoy things that are not work, and to have other cultural transmission, and that he thinks that is making Japanese people very isolated on themselves, and in that sense also not being very receptive to outside inputs or cultures. Dice a ver si tienes algún mensaje, algo que querrías decir a los trabajadores y a los trabajadores. Más a los trabajadores y no es a la sociedad. Es en ser más, ¿no? En buscar ser un poco más abiertos, o sea, ¿no? Con la persona que tienes al costado, ¿no? Sí. ¿No? Una relación más. Una relación más abierta, ¿no? Sí. Que no cerrarse en su círculo, sino, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, ¿no? Si vamos a seguir conversando, lo vamos para rato. Hay algunos casos donde uno vive en un departamento y no sabe quién vive al costado. Sí. Puede vivir 5 o 10 años. No sabes quién vive al costado, porque no lo ves. No, solamente lo ves en la noche. Que ha llegado o no ha llegado, escuchas. No hay como una comunicación algo más abierta. He could say that not especially to workers but to society in general, that we need a more communicative society, that you should open up to the people you have next to you, talk to them and know them, that it is very sad that sometimes you can be like 5-10 years living in a flat and not even knowing who's living next to you, and that his message could be that like these social links have to be reestablished and reinforced. Muchas gracias por A la ti. entrevista. Everything up as much as possible.
so we're gonna close this station for now. But they can. Yes.